起伏に富んだその大地は深い緑がどこまでも連なる。黒潮かすめるその海は多様な生命のゆりかごとなっている高知。そこにはあまりにも豊かな風土に育まれた奇跡とも言うべき食がある。奇跡の美食学。あなたはお米といえばどこの地域を思い浮かべますか？秋田、北海道、新潟のお米が大好きで、魚沼産のコシヒカリとか、あと富山産。そう、一般的には北国や寒い地域のイメージ。しかし今、高知のお米非常にいいです。こう語るのは全国のお米を知り尽くす五つ星お米マイスター小池忠夫さん。お米ってやっぱり美味しいと必ずねリピーターになるんですよ。そういった意味では高知のお米はきちんとリピーターがついているので、やっぱり力のあるお米なんだなというふうに思ってます。高知のお米を取り扱うおにぎり屋さんでも、このお米を食べてたら他のお米が食べれない。もちろん高知の人たちも北国と比べてもですね、やっぱ高知の米が自分は一番うまいかなと思ってます。好きすぎる。本当に3倍食べるでね。そうなんです。実は今高知県産のお米が熱い。近年全国のお米の美味しさを競うコンテストで高知のお米は続々入賞。今やうまいお米の産地として高知県が認知されるようになってきているのだ。しかしその道のりは平坦ではなかった。まず高知県の米作りを語る上で欠かすことのできない農法がある。それが肉作。高知県は温暖な気候を生かし、同じ田んぼで1年に2回収穫を行う肉作発祥の地。古くは江戸時代から行われ、北国に負けない米どころだった。しかしお米の生産量を調整する国の減反政策により肉作は衰退。そんな歴史もあってか米どころのイメージはなくなり、企業に高く買い入れてもらうことができなかった。しかしそんな高知のお米の価値を高めた立役者がいる。本山町で長年農家のサポートを続けてきた農業公社の和田さん、そして本山町の農家の方々。全国的に見てお米のイメージがなかった高知県においても、本山町の農家の皆さんは自らのお米の出来に自信を持っていた。もともと本山町は弥生時代から稲作が行われると言われてて、米作りの歴史も深いですし、美味しくないわけがないんです。そこで鍵となったのがお米のブランド化。本山町の美味しいお米をブランドとして確立させ、そのイメージを払拭しようとして生まれたのが土佐天空の里。このお米はもっちり、ふっくら、またものすごく甘みが強いお米になってます。この土佐天空の里を新ブランドとして売り出しわずか1年、日本一おいしいお米を選ぶお米日本一コンテスト2010で北国の有名ブランドを抑え、なんと最優秀賞を受賞。さらに温暖な西日本の生産者としては初の快挙となり、関係者を驚かせたという。食べた時の弾力が非常に良くてですね、噛み締めた時にお米の粒の中のでんぷんの甘みが非常に広がり、食べてて思わず微笑んでしまうっていうんですかね。高知のお米のイメージを変えた土佐天空の里。そのブランド化成功の道のりはいかなるものだったのか。高知は山が多くてですね、中山間地と言われる地域が多いです。そこでお米がたくさん作られています。中山間地とは簡単に言うと山の中腹を指し、一般的には地理的条件が悪く農業をするのに不利な地域。水田も湾曲しているので、なかなか作業は困難を極めるところです。湾曲しているとですね、やはり機械はまっすぐ進みたいので、なかなか作業が効率よくいかないというところになります。高知県はなんと県土のおよそ 93% がこの
中山間地にあたる。本山町をはじめ土佐町、中土佐町、四万十町などではこの中山間地で盛んに米作りが行われている。一見米作りには向いていないように見えるが、ある巧妙が隠されていた。気温の差、いわゆる寒暖差がものすごく利点となっております。一つ目のポイントは気候。水田の標高が250メートルから800メートルの本山町は常に高い山々に囲まれているため、霧も発生しやすく、昼夜の寒暖差も大きい。それがなぜ美味しいお米につながるのか。この理由を高知大学の宮崎教授に伺うと、昼は温度が高いと光合成が高くなりますよね。でそれで、蓄えが多くなります。でんぷんが増えるということですね。で夜は光合成ができませんので、呼吸をしています。で呼吸は温度に依存して高くなりますので、温度が低いと無駄な呼吸が抑えられると。呼吸を抑えられると、無駄な消費が少なくて済みますので、でんぷんが十分に稼ぎが蓄えられるということですね。つまり寒暖差が大きいとお米の美味しさの決め手であるでんぷんの量が増えるということ。さらにでんぷんがお米の表面にたくさんあることで、どんな状態になるか顕微鏡で見てもらったんです。霜降りのようにでんぷんが表面に乗っています。これを我々霜降り米って呼んでます。これはうまみ、甘み、粘り、これらをうまく出してくれてまして、土佐天空の里の美味しさの秘訣となっています。続いてのポイントは土壌。この地域は他と一線を画す土だった。土壌学の権威、高知大学櫻井学長によると、現在の高知県の中山間地には粘土質の土壌、粘土が多い土壌がたくさん分布している。そんな土が、長い時間かかって風化して、粘土が少しずつ抜けて、水持ちもいいけど、水抜けもちゃんと保証されて、根が元気に育つようになっています。今ちょうど言ったら働き盛りの土になったような、そんなイメージです。さらに水もすごかった。田んぼには山から湧き出る天然水をそのまま引き入れ、夏にはホタルが稲の周りを飛び交うほどきれいで栄養豊富な水が使われている。地理的条件の悪い中山間地、実は美味しいお米作りのポテンシャルを秘めた場所だったのだ。とはいえ一つ一つ形や大きさの異なる棚田、山中での作業は大変なことには変わりない。そこで和田さんは最近ではスマート農業の推進をしてまして、今まで動力噴霧器で消毒であったりしてきたんですけども、ドローンを使ってその作業をするようになってきてます。スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術などを活用して省力化・高品質生産の実現を目指す新たな農業。ここ本山町でもいち早く取り組みを開始。まず投入したのはドローン。これにより一つ一つ大きさの違う棚田に一気に散布することが可能に。ドローンであればもう短時間もう数分で散布で面積をこなすことができるので、楽に作業することができるので大変助かってます。さらに散布するものにはあるポイントが。天空の里のお米には全ての田んぼでにがりをまいてます。にがりにはマグネシウムをたくさん含んでます。マグネシウムは稲の根の活性を助けたり、またお米の甘みを増したりする作用があります。そしてスマート農業はドローンのみならず、これ水田センサーって言います。田んぼの水位、水温、気温、風力などがアプリで確認できるようになり、山間の見回りも減少。農家の方は今までは肌感で農業をしてきましたけど、しっかりとデータに基づいた農業ができるようになってきます。品質に差ができないようになってきます。経験則でバラバラに作っていたお米を管理データで統一化したことで、
誰でもより高度な米作りが可能となり、ブランドをより強固なものにしていったのだ。さらに極めつけのポイントが、ここは本山町農業公社です。土佐天空の里はここ本山町農業公社でもみすりから精米まで一括して行っております。各農家さんのそれぞれの目で見ると品質がばらけてしまうんですね。これを農業公社の職員のしっかりとした目利きのもと調整が行われています。安定した品質で美味しさで送り出す。加えて特に重要だというのが米粒の大きさの選別。これ今入ってるのは通常一般で使われるお米、1.8 ミリっていう網目のお米なんですけど、土佐天空の里は 1.95 ミリであったり2ミリっていうこの網目を使うことで大粒だけを選別して田んぼの養分をしっかり吸ったものだけが残りますし、大粒だけ集めることでお米の粒が均一になるんです。均一になるってことはやはり誰が炊いても美味しいお米に炊き上がる、そういったような効果があります。さまざまな工夫や努力から生まれた土佐天空の里は、高知のお米の美味しさを全国に伝えることに成功。本山町だけでなく県内さまざまな地域のお米が全国で賞を取れるまでとなった。四万十町で新田米を作る宮内さんは、天空米が日本一になった3年後に私たちのお米も運よく日本一になったんですよね。大会で天空米の美味しさと続いて私たちのお米もああいう全国レベルの大会で評価されたと、間違いなしにモチベーションが上がりましたね。高知全体の米作りの刺激にもなった土佐天空の里の未来。土佐天空の里が、日本全国で美味しいお米として認知されてですね、高知のお米って美味しいんだというところを、全国に広めていきたいと思っています。今や日本で熱い注目を集める高知のお米。中でもその厳しい地理的条件の逆境に負けず、お米の全国大会で何度も優勝し、高知のお米の歴史を変えたと言っても過言ではない土佐天空の里。そんな最高のお米をもっともっと美味しく食べる方法を知っていますか？それがおにぎり。今東京をはじめ全国でおにぎり屋さんが静かなブーム。お米の味をシンプルかつダイレクトに感じるにはおにぎりが一番。そんなおにぎりを最高に美味しく食べる炊き方、握り方をご存知か？そしてそれに合わせるのが塩。温暖な気候で海水がきれいな高知県には大小さまざまな製塩所があり、最高の塩を求めて切磋琢磨している。高知の太陽と大地が生んだ日本一のお米と、母なる海から生まれた最高品質の塩、あまたの組み合わせの中から今日最高の塩握りを作ります。まず我々が白羽の矢を立てたのが、東京で一番古いおにぎり専門店宿六を営み、その下で全国のお米を味わい尽くし握ってきた宿六店主三浦陽介さん、そして延べ400を超える世界の製塩所を訪問し、保有する塩コレクションは2000を超え、高知県の製塩所はほぼ回ったという塩のプロフェッショナル、ソルトコーディネーター青山志保さん。両名が高知県に集い、お米と塩最高の組み合わせを考えてもらった。まずは土佐天空の里を美味しいおにぎりにする炊き方を三浦さんに教えてもらう。簡単なポイントを1個だけ、ほぼ研がないって感じでもいいと思います。白い水出ますよね、それも美味しさの一つだと思ってます。もう本当なんか軽く表面を洗う感じかな。1回だけです。
これで乾燥させます。このまま放置、その時の気候によってなんですけど15分から20分ぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。米の表面についた水ありますよね、今ついてると思うんですけども、それが中に染み込ませる時間ですね。これを取ります。これを最初から水につけてしまうと今度表面が水に浸かりすぎちゃって何でしょうね、表面がブヨブヨになっちゃう、柔らかくなっちゃう。そうすると最初のご飯できた時に最初の一噛みが少し柔らかくなっちゃってご飯の弾ける弾力が少し減っちゃうんですよね。いい感じですか？もういい感じだと思います。ここから、水につけていきます。その後40分の浸水。お米が白く濁って膨らんだら浸水完了。いよいよ炊きの作業へ。火加減は強火まではいかない中火が無難かな。ちなみに炊飯器で炊く場合は浸水が含まれているものが多いので乾燥のひと手間だけで OK。いいっすね。うまいご飯の匂いがしますね。あ、甘い匂いがします最高のおにぎりを試食しに来たこの方、今まさに炊いているお米土佐天空の里ブランド化の立役者和田さん。生産者もワクワクのおにぎり作り。火を消して蒸らすこと20分。おお、美味しそうですね。ほら、これ絶対いいやつです。土佐天空の里がふっくらと炊き上がったと、ここで美味しいおにぎりを作るための重要なポイントが。これからご飯を炊飯器に移していきます。炊けたやつを炊飯器に入れるんですか？美味しいおにぎりって熱々のご飯で握らないといけないんですよ。あったかいご飯はくっつきやすいですよね。で冷めちゃうとくっつきづらくなる。なのであったかいうちに握ることによって余計な圧力を加えずにふわっとしたおにぎりが握れるんですね。なので必ず炊飯器で保温モードにして握っていきます。お米の準備ができたのでここからは塩選び。ソルトコーディネーターの青山さんには事前に土佐天空の里を食べてもらい、このお米に合いそうな高知の塩を3つ選抜。みんなで最高の組み合わせを考える。室戸の方で海洋深層水から釜で炊いて作ってるお塩があるんですけど、比較的粒が細かめでうまみとか甘みもあるので、じゃあこの室戸の塩ちゃんでいきましょう。はい、はい、いただきます。これで決定ですね。いやいや、早い1個目すごい美味しいですよこれ。めちゃめちゃ美味しい。びっくりした。美味しいです。一気にご飯のなんですか、甘みとか旨みがふわって口の中で広がりますね。今ちょっと目カッてなっちゃいました。びっくりしました。続いては火を使わず天日で海水を蒸発乾燥させて作られる天日塩。土佐の海の天日塩甘み。2ヶ月間かけて作られ粒が大きく優しい味わいが特徴。おばあちゃんの味、なんか優しい感じ。アラジオでジャリジャリしたご飯っておばあちゃんのおにぎりのなんですよ、私の中では。これもおにぎりに合うな。すごくご飯を逆殺さないような、そんなようなお塩だったですね。ラストはこちらも天日塩。一流シェフからのオファーを受けオーダーメイドで塩の味を決めて作るなど天日塩の可能性を広げる銀蔵ソルト。中でも今回は粒が細かくインパクトのある味わいの塩をチョイス。何でしょう、個性が光る一品っていうか、あ、こんな美味しいお塩あるんだ、ちょっと握ってみたいなっていうのはありましたね。どれもいいんですよね。どれを選んでも違う感じに美味しいんですよ。いや本当そうなんですよ。すごい難しいと思います。土佐天空の里と最高のマッチングをするのはどのお塩なのか。どうしますか、和田さん。そうですね、3つとも美味しかったんですけど、やはり生産の時ににがりを、室戸のにがりをまいてるんです。やっぱりお米も室戸のお塩を求めてると思いますんで、室戸のお塩で
行きましょうか。じゃあ室戸のお塩で最高の塩むすび作りましょうか。じゃあ頑張っていきましょ土佐天空の里栽培過程で散布する室戸海洋深層水のにがり、そのにがりと同じ室戸で作られた室戸の塩が最高のマッチングを果たした。うまいお米、うまい塩、そして最高のおにぎり職人の腕が加わり、最高の塩にぎりが完成する。今回は試食人として土佐天空の里の生産者の方にも参加していただいた。ちなみになんか握る方のポイントとかは、結局は握りすぎないことなんですけども、おにぎり三角形なんで3回握ったら終わり。それ以上握っちゃうとギュ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 締まって、いわゆる硬いおにぎりになっちゃいますね。すごいめちゃめちゃツヤツヤしてますね。そうですね、光って美味しそうですよね。はい、できました。こちらが土佐天空の里と室戸の塩をマッチングさせた最高の塩にぎり。果たしてその味は。そしたらいただきましょう。はい、いただきます。柔らか。うまっ。いや、冗談抜きでうまいですよ。マジですか。ありがとうございます。うまいです。自分たちのお米がこのようになるとは本当にありがたいです。いやー、そう言ってもらえると本当嬉しいです。どうやって家族にも食べらせてあげたい。お塩もね、お塩も効いて、なんかこうお米の良さを本当にこう引き立ててよかったです。いや、もう最高のお塩ですよね。自分のお米を自慢したらいかんのですけど、おむすびいろんなところに行って食べたんですけど、実際いやもうこれだけのおむすびは食べたことがないです。生産者さんからも太鼓判をいただき、最高の塩にぎりが完成。がここでさらに、今塩おにぎりだけだったんですけども、実は高知の食材を使った具材用意してますんで、食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。そう、なんとおにぎり職人三浦さんが高知の食材を使って土佐天空の里に合う具材を考案。さらに究極のおにぎりを探し出す。まず高知といえば鰹節。中でも製造技術が国の登録無形民族文化財に選ばれている土佐節。削り器で削りたてを贅沢にたっぷりご飯に混ぜ、匂いがもう本当いいですね。鰹節握りの完成。ああ、いい香り。ああ、本当だ。すごい鰹節の風味が。いいですね。僕もあれです。握ってる途中で、うわ、いいなこの匂い。ずっと包まれてたいなって思ってました。いや、これやってみよう。カツオ節だけですよね。混ぜて、あと塩を。続いてはカツオの缶詰。黒潮町の缶詰工場で作られるこちらをアレンジレシピで、カツオの缶詰にマヨネーズ、砂糖、そしてちょっと大人な味付けにするためコリアンダーパウダーを入れ、食べ応えがあるようにあまり身を崩さず混ぜる。大人のカツオマヨ握り。うまっ。料理ですよね。もうなんかすごい一皿の料理。ちょっと大人風味、少し刺激を入れて。言葉にならないというか本当に美味しい。よかったです。ありがとうございます。ラストは高知県が生産量全国トップの生姜。中でも東京ドーム27個分の広大な畑で生姜を栽培する坂田信夫商店の黄金生姜を使用。生姜はすりおろしとみじん切りの両方を準備。ごま油を敷いたフライパンにその2つを入れ、砂糖と味噌を加え炒めたら具材の完成。
生姜味噌握り。すごい。あと噛んでいくと生姜の香りがわーんってなりますね。また米が濃いですね。結果どれも極上にうまいということで、高知の食材のみを使った最高のおにぎりセットが完成。こういうおいしいおむすびにしていただいたことで、本当に自分たち食べたことのない自分の米をバージョンアップした米を食べることができました。本当にありがとうございます。新米の季節、ぜひお試しを。